業開発マネジメント特別セミナー第2回は静岡大学大学院工学研究科事業開発マネジメント専攻小野客員教授の講演の様子をお届けします。本動画は多彩な講師陣による事業開発マネジメントに関する講演を多くの方にご視聴いただけるよう作成いたしました。1時間ちょっと私のお話にお付き合いいただきますけど、インドネシアの中小企業進出のお手伝い等をさせてもらっています。そういうことで60年の人生の約3分の2をインドネシアにお世話になって、なんとかインドネシアの少しでもためにできればいいかなというふうに思っております。まず進出基盤の確立、社長どうしてインドネシアに行くんですか？いやー、なんか人件費が安いと聞くもんだね。そう、人件費だけですか？なんか知り合いの会社が行ったらえらい儲けてるみたいだで、それだけですか？そんな感じで結構非常に会いに行く方が多いですね。だけど実際どうなんですか？事前にじっくりと調べた上でよし行こうというならいいんですけどね、ほとんど考えてないですね。とにかく人件費が安い、日本と比べて10分の1だ、20分の1だ、お客さんが来いと言っているから行くということが多いです。それから現地法人の設立、これはね、例えばじゃあ会社作りました、投資認められました。でその投資した、計画出すわけです。これだけ土地買って、建物使って、機械使って、これだけ売って、こんだけ人雇って計画出すわけですね。でそれを3年以内に実現しないとダメなんですね。しないと高級事業許可っていうのがこれ事業をするための一番大事な許可なんですけども、これが取り上げられます。だから許可さえもらえばいいじゃないかということじゃないですね。ちゃんと計画を出した以上は実行しなきゃいけない。外国人労働許可を取られる。一番そういう制約に引っかからないで外国人を置くとなれば監査役か取締役っていうタイトルをつければ、かなり制約がなくなりますね。これは基本的には株主総会で決めればいいわけです。という日本人を1人2人3人置く場合にもいろんな制約があるということですね。あと社員教育ですけど、これは私の信念ですけどね、日本人駐在員の最大の使命は自分の後任になれるインドネシアの人を育てる。これが私の信念です。これ別に大学出てるかとかね、高校卒だとか関係ないです。いい人は優秀な人いますから、そういうのをちゃんと社内でしっかりと育てていくと、大事にしていくと、払うものちゃんと払ってですね、いうことをやっていかないと10年20年経ってから苦労しますね。労働組合、インドネシアは今労働組合は基本的に自由です。もう権利です。私がいた頃は権利と言いながら結構締め付けがあって、スワルト大統領の締め付けがあって自由じゃなかったんですけど、今は自由です。社員が10人超えたらいつでも労働組合は作れます。でこの労働組合とうまく付き合うことが大事なんですね。だから避けて通れないんです。だからどうやってうまく付き合うか、もう話し合いしかないですね。それから地方政府認可、これも頭が痛いことです。もうね、投資申請した、会社登録でした、事業許可もあった、それでもまだあるんです。いっぱい。なんだかんだと。で、これ言いましたけど、地方によって全然言うこと違う。で、誰が行くかによってまた変わってくるんですけどね。例えば、若い総務のお兄ちゃんが行くと、それこそ100万ルピアで住むところをね、1億ルピアよこせとか平気で言いますね。もう誰が行くのか、誰にお願いするのかによって全然違ってくる。それからもう県によって市によって全然違ってくるというのが事実ですから、こういうことが実際びっくりしますけど、これがインドネシアですからというので、まずはこれをね覚悟して出ていかない。出て行ってからねブーブー文句言っても手遅れですということです。
それから工場を作る時の注意事項です。自分のその自前の工場を作るにしても、まあ、大体そういう高いところじゃなくて、まあ、ローカルで安くていいよという希望が多いんですけども、まあ、最近はローカルゼネコンも結構増えてますね。特に2000年以降たくさんできてます。で昔はまあ、正直言ってひどかったですけどね、まあ、今そこそこ力をつけてきて、作りますね。あと営業活動、日系企業に仕事をもらいに行くときはやっぱり日本人でないとダメですね。日本人っていうのはしょうがないです。インドネシアの人がいてもね、あまりもうどんどん回ってね、回ってそのルーチになったその注文のこの確認ならいいんですけど、最初はやっぱりね、日本人でないとなかなか話を聞いてくれない。でそういうことを代わりにやってくれるインドネシアの社員を作る、育てなきゃいけない。なかなか難しいです。これも大きなテーマだと思います。あと税務処理。日系、の会社、外資企業がインドネシアでオペレーションするときの一番のリスクは何でしょうかと聞かれたら、私は間違いなく国税庁対応でしょうと。税金問題ですね。いうふうに思います。とにかくインドネシアっていうのはちょっと数字忘れましたけど、税の徴収率、いや本来はね、例えば法人税、所得税100、本来は取れるのに、どれぐらい取ってるのか、多分ね、20ぐらいじゃないですかね。ですから、取りやすいところから取るわけですよ、当然、日系企業です。日本企業っていうのは、コンプライアンスだ、CSR だということでね、真面目なんですよ。で、払わなくてもいいものまでちゃんと払う。で、最後に、コマーシャルです。ジェトロ専門家による新興国進出個別支援サービスというのが去年の4月からスタートしています。で、これ何がいいかというとですね、私のような専門家、大体大企業を出た、もう定年になった方、60代が多いです。商社出た、現地に駐在経験がある人、現地をよく知ってる専門家が中国と韓国以外の新興国ですよに進出する主に中小企業を支援すると。これはこれから出ようというところです。もうすでに出てて、創業してて、これは基本でなんですけどね、これから出ていきたいという企業をサポートすると。で、費用は全部ジェトロが、というか日本の税金で賄いますというサービスがありますので、ぜひご利用いただければと思います。で、詳しい話をもっと聞きたいという方は、どうぞ私の方にまずはご相談ください。エカと申します。このセミナーを受けたときに、すごい自分もわからない現地の状態を知ることができて、すごい勉強になりました。できれば日本とインドネシアの何か営業ができたらいいなと思います。春友です。非常に勉強になりましたですね。今までいろんなセミナーを受けたんですけど、こういうなんというかね、悪い面といい面をクリアして分かりやすく説明してもらって、そこで私インドネシア人としてもいっぱい分からないところがありましたですね。で、ここで気づいたところは、留学生として今日本の会社で働いているインドネシア人として、やっぱりそのインドネシアの方は何が欲しいで、日本の方は何が欲しいという真ん中の方を行かなきゃいけないということを気づきました。